皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ大統領選挙のその勝敗の鍵を握ったと言われるダークマネーについてのお話をしようと思います。アメリカの大統領選挙というのは非常に多額のお金が必要となります。何しろ選挙期間そのものも長いですし、全米各州に選挙活動を行っていかなければならないために、お金が足りないということはそれこそ致命的な弱点となります。逆に言えば資金が大量にあれば、それだけ有利に展開することができるわけですから、今回の大統領選挙におけるトランプ大統領とバイデン候補のそのお金がどこからやってきたのかというのを注目するというのは非常に重要な話です。それではアメリカ大統領選挙の勝敗を握ったと言われるダークマネーとは一体何なのか、その記事を見てみましょう。バイデン氏当選させた提供者不詳ダークマネー、過去最高約150億円。バイデン大統領は外部の支持団体に対する匿名の提供者からの記録的な献金の恩恵を受けた。バイデン氏をホワイトハウスに送る手助けを誰が行ったか、十分な説明を国民が決して得られないことをそれは意味する。民主党が長年批判してきた提供者不詳の献金、ダークマネーという形で、バイデン陣営は1億4500万ドル、日本円で150億円の支援を受けた。同陣営は現職大統領への挑戦者としては過去最高となる15億ドルを集めた。バイデン陣営が提供を受けたダークマネーの額はトランプ陣営の2840万ドルを大きく上回り、2012年大統領選の共和党候補ミット・ロムニー氏陣営の1億1300万ドルを抜き、これまでで最高となった。支持者が精査を受けないまま密かに候補者を支援できるダークマネーが不健全だとして、民主党はこれまで禁止したい意向を示してきた。しかし、トランプ前大統領の打倒を目指す今回の大統領選ではそれが黙認された。バイデン氏の政治資金の受け皿となるスーパーパック政治活動特別委員会プライオリティーズ USA アクションファンドは、もともとは非営利部門のプライオリティーズ USA に献金された2600万ドルを利用した。返金者名を開示する義務はない。プライオリティーズ USA のガイ・セシル会長は悪びれた様子もなく、トランプ氏と彼を支える右派勢力に対し一方的に武装解除するつもりはなかったとコメントした。皆さんはダークマネーという言葉を聞いてどのような印象を持ったでしょうか。それこそダークとつくぐらいですから、きっとこれは違法なお金なんだなというふうに受け取った方もおられるかもしれません。しかし、このダークマネーというのは決してそうした合法か非合法かといった分類ではなく、誰が献金したのか開示する義務があるのかないのかといったところにおいて、日の当たらないお金という意味でダークマネーです。ですから、献金そのものについては合法的な行為です。しかし、誰が献金したのかわからない以上、そこには必ず憶測が出てきます。これだけの資金を投じたからには何かしらの政治的な意図があるはずだと誰もが思うでしょう。そしてこのような誰が出したかわからないような選挙制度についてはやめるべきだという話をしていたのが民主党で、その民主党がまさにダークマネーの最多更新額を記録したわけですから、これは非常におかしな話だと言わざるを得ません。ではバイデン候補に多額の資金を投入したその出所とは一体どこなのでしょうか。代表的なところを3つをご紹介します。まず第1は何といっても中国です。今回の大統領選挙はトランプ大統領の2期目をかけた戦いなわけですから、これを阻止したいと考える国家や組織、個人がいれば、バイデン候補者を支持するか支持しないかではなく、反トランプという動機においてお金をつぎ込む動機があります。トランプ大統領は中国に対しての制裁を行ってきました。その制裁というのはどちらかというと人権問題をことさら言うのではなく、まず第一に経済の問題、アメリカの貿易赤字を減らすためには中国の不公平な貿易についてこれを是正しなければならないとして関税などをかけました。そして中国企業が伸びるということはアメリカの企業の利益を害するものであり、これを何としても止めねばならないとして、中国企業の軍事企業指定やエンティティリスト入りなどの様々な手を尽くして少しでも中国企業の動きを封じようとしたのです。このような動きというのはいわば国際協調の動きではなく、アメリカ単独において中国との対決を意味するものでした。ですから中国という国家にとってはトランプ大統領が2期目に突入するというのは、この動きがさらに加速するかもしれないわけで、この動きを止めるためならば対立候補に資金提供するというのはごく自然な流れとも言えます。そういった意味でこのダークマネーの資金の出所というのは中国がバックにあって
その中国が直接的ではないにしても誰かを介在したり、何かの企業や団体などを介在する形で、バイデン候補者への合法的な形での資金提供を行った可能性があります。何もバイデン候補者を支持するのであれば、お金は別に裏からどんどん回せばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、表立ってお金を使うためにはやはり出所というのがある程度定まっている方が使いやすいものです。しかしそういった意味でもダークマネーというのは非常に使い勝手のいい出所というわけです。誰が出したかはわからないにしても、しかし明らかに正当な行為として献金を行い、献金として集まったお金を選挙活動に使うのであれば文句のつけようがないというわけです。これがダークマネーではなく、あくまでも非合法な形でのお金の受け取りでは、表立ってお金を大きく使うということがはばかられる状況であり、それは必ずしも良いことではないのです。このような中国が出どころだという話については、誰が考えてもすぐ出てくる話なので、あまり目新しさはないでしょう。しかし同時にかなり有力な説でもあります。それでは続いて2つ目の出どころについての話をしましょう。その2つ目というのは大富豪からの資金提供です。アメリカには世界中のお金持ちというものが集まっている国でもあります。ですからそのようなお金がたっぷりある人たちの中から政治へと影響を及ぼそうという人たちが出て、その人たちのお金が実際に政治を動かすことがあります。その中でも非常に有名なのがコーク兄弟です。コーク兄弟と言われても何のことだろうと思った方もおられるでしょう。少なくとも私のチャンネルにおいてはアメリカの政治の話としてコーク兄弟の話をしたことは一度もありませんでした。というわけでコーク兄弟が一体どのような存在なのか簡単にご紹介しましょう。アメリカは世界経済、世界金融の中心国です。ですからアメリカには多くの富豪たちがいます。彼らの中には自分の会社を経営することに集中している人たちもいるわけですが、一方においては経済活動とは別に政治活動に多額の資金を提供する人たちというのもいます。その中でアメリカ政治において大きな影響力を及ぼしていると言われるのがコーク家です。資産額は1000億ドル、日本円で10兆円です。コーク家の資産の源はコークインダストリーズという会社です。売上高は12兆円、石油、エネルギー、化学繊維、天然ガス、プラスチック、金融鉱物などを手掛ける複合企業、コングロマリットですが、これだけの巨大企業にもかかわらず株式の上場は行っていません。そしてコーク家の会社経営に携わっていた兄弟が表立って共和党に支援することもあれば、表に出さない形のダークマネーという形でも自分たちの影響力を政治へと及ぼしていました。しかしトランプ政権では TPP からの離脱や米中貿易紛争の開始など多国籍企業の経営としては賛同できない政策があり、コーク兄弟の支援する団体が輸入関税に反対するキャンペーンなども実施していました。しかし、コーク兄弟のこの活動は2019年弟が亡くなり、そして2020年には残った兄が特定政党への支援停止を著書にて示しています。そして2020年はアメリカ大統領選挙だったわけですが、どちらの候補者に入れ込んで資金提供していたかというニュース記事などは見当たりませんでした。しかし、大統領選挙が終わった後においてはどのような動きがあったか記事は出ていました。今年1月6日、アメリカ富豪コーク氏の政治団体バイデン氏の選出を支持。アメリカ複合企業コークインダストリーズの元経営者で大富豪のチャールズ・コーク氏を設立したアメリカ複合企業コークインダストリーズの元経営者で大富豪のチャールズ・コーク氏が設立した保守系の政治団体繁栄のためのアメリカ国民AFP が5日、バイデン次期大統領の選出過程を支持するとの声明を出したことが分かった。AFP はコーク兄弟として知られるチャールズ・コーク氏と弟の子デイビッド・コーク氏が設立した。2人は巨額の政治献金で保守派の草の根運動ティーパーティーを資金面で支え、アメリカ政界に大きな影響力を及ぼしてきた。党派対立を煽ってきたとの指摘もある。AFP の広報担当者は5日、我々が最優先すべきは新型コロナウイルスのパンデミックを終わらせ、アメリカ国民に強い回復をもたらす政策を幅広く支持することだと述べた。チャールズ・コーク氏は2020年11月に出版した著書で、アメリカ社会の分断について我々が台無しにしたのかと後悔の念を綴っていた。特定の政党への支持をやめる意向を示し、近年では移民や司法改革といった社会課題の解決に向け、民主党議員とも協力を深めている。コーク兄弟の意向を受けて設立された団体が、バイデン大統領の選出過程を支持すると表明したわけですが、その中に出てきた言葉として、新型コロナウイルスの問題に言及する言葉がありました。直近1月25日においては、
日本の新型コロナウイルスによる死者数は約5000人。一方、アメリカの新型コロナウイルスによる死者は41万7000人と、日本の80倍以上の被害者を出しています。ご紹介したように、航空系というのは非常に多額の資産を持ち、そして実際に政治的な活動もずっと続けてきました。その中においては、議員たちに対するお金というものをしっかりと配ることによって、自分たちの影響力というものを高めることができました。ですから新聞にも普通に、この人たちは政治活動に影響力を及ぼしていたんですよという話なども出てくるわけです。この話を聞くと、なんだ、そうやって表立って活動しているんだったら、あまり今回の話と関係ないんじゃないかなと思われるかもしれませんが、ここで大きな問題があります。トランプ大統領は別に政治家から大統領になったわけではありません。彼はビジネスマンから大統領へとなりました。ですから、航空券の場合は政治家たちにお金をばらまいて自分たちの息がかかるような形にしていたのとは全く別の路線でトランプ大統領は誕生しました。そういった意味で航空家というのはトランプ大統領に対する影響力を行使することができなかったと言われています。そういったこともあってトランプ大統領の進めてきた政策には自分たちの利害と対立する部分についての問題があり、トランプ大統領を積極的に支持しているわけではなかったようです。それこそ中国を工場として自分たちにとって安いものを中国で作らせアメリカへと輸入しアメリカで加工しそれを高い値段で売るといった形での企業活動をしていればトランプ大統領の進めた中国製品に関税をかけるという行為はそれこそグローバル企業を経営する航空家としては賛成はできなかったのでしょう。しかしここで問題があります。トランプ大統領については支持できなかったとしても彼ら自身は長年共和党をずっと応援する形で自分たちの影響力を及ぼしてきました。彼らにとってトランプ大統領が好ましくないのであれば反対の勢力へと力を注ぐ必要があります。この場合においては実質的に支持するいわばダークマネーという形でバイデン候補に資金提供することが彼らにとっては一番良かったのかもしれません。そして資金提供するにしても彼らが大富豪であることからも考えて十分に出せるお金だと言えるでしょう。このようにバイデン大統領の勝因となったダークマネーの出所というのはまず第一に考えられる中国、そして第二には長年共和党を支持してきたがしかしトランプ大統領は支持できないという大富豪のいわば政治的な転向というものが影響していたかもしれないというわけです。最後に3つ目のお話をしておきましょう。3つ目のダークマネーの出所として考えられるのが共和党支持者なんだけど反トランプですよという人たちの存在です。新型コロナウイルスによる死者の話をしました。この話というのは皆さんも考えてもみてほしいのですが、日本では新型コロナウイルスによる死者というのは5000人ですが、それによって内閣支持率は大幅に下がり、インターネット上では内閣に対する批判というものが非常に多くあります。5000人でこれですから、さあ80倍以上の死者を出しているアメリカにおいて、アメリカ人が全く気にしていないと皆さんは思われるでしょうか。それこそトランプ大統領の足元である共和党支持者であっても、共和党は支持するんだけどトランプ大統領の新型コロナウイルスに対する対応は良くないと考える人たちは当然います。彼らは共和党の支持者ですから反トランプというわけには表立っては言えない人たちなわけです。以上のように今回はバイデン大統領の勝因となったと言われるお金の話、ダークマネー。このダークマネーが一体どこから出てきたのか、出所として考えられる3つの話をしました。1、中国がお金を提供した。2、共和党の支持者であった大富豪が民主党側へとお金を流した。そして第3は新型コロナウイルスによる被害を食い止めることができなかったために共和党支持者なんだけど反トランプになってしまった共和党支持者の話でした。皆さんはこの3つの案のどれがダークマネーの出所だと思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。